皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速いってみましょう。質問1、iPhone ストレージ容量について。ストレージ容量がもう限界です。消せるアプリは消し、音楽はサブスクに移行し、写真も iCloud 写真にするなど、やれることはやってきたつもりです。64GB 容量のところを 61GB くらいまで減らしても、数週間で元通りになってしまいます。それを3回くらい繰り返して今に至ります。これ以上消せるアプリはないですし、キャッシュ削除も定期的にやっているのですが、正直限界です。ここまで来たら、買い替えるしかないのでしょうか。2022年3月2日ということなんですが、結論から先に言うと、おっしゃる通り、買い替えた方が賢明ですね。わらわらわら。いや、失礼しました。私も同じ思いをしてきましたので、お気持ちは痛いほどわかります。ただ、いろいろな対策を取ると、結局は金がかかりますので、買い替えるよりも、値段が高くなってしまうということがあるんですね。なので、経験者として私は語りますが、いかに安く 128GB の機種に買い替えるか、結局は最終的にそうしなければならないのであれば、ならば最初から買い替えるという前提で物事を考えた方がいいのではないかということを言いたいのです。とは言っても、おそらくそれで納得する方はいないでしょう。なので、今まで私がやってきた対策を今回改めて取りまとめてみたいと思います。1、まず、その他システムデータが膨大になっていることがあります。これを減らすためには、リセットをする以外にありません。最初は、なかなか決心がつかないものですが、やってみたら実に簡単です。iCloud をバックアップさえ取っておけば、簡単にリセット前に戻り、その他だけを減らすことができます。しかし、その他の容量については、使っているとまた元に戻ってしまいます。なので、15GB ぐらいは常に覚悟しておかなければなりません。それ以上に異常に大きくなっていれば、定期的にリセットすれば問題は解決できます。2、iCloud 写真、iCloud ドライブともに使用すれば iPhone ストレージを圧迫します。iCloud 写真はオフをおすすめします。iCloud ドライブもたとえオンにしていても必要時以外は何も入れない方がいいです。3、iCloud バックアップも iPhone ストレージを圧迫します。そもそも iCloud バックアップに写真入れてはいけません。またバックアップは3世代分も保存していますので、放っておくとどんどん肥大します。定期的に削除して、改めて直ちにバックアップでバックアップを作成した方がいいです。4、では写真や動画はどこに保存すればいいかといえば、SD カード、Wi-Fi があればネットワーク HDD ナス、PC の共有フォルダなどに保存することをお勧めいたします。ただしこれにはお金がかかります。2から3まで万円はかかることを覚悟しておいた方がいいでしょう。2、3万あれば新機種に交換できませんか？ PC の共有フォルダは無料でできるかと思いますが、しかし PC の電源を入れておかなければならないので、ちょっと手間です。その他、アプリごとのキャッシュを定期的に削除したり、キャッシュが削除できなければ、アプリごと削除して再インストールしたり、といった手間がかかるかと思います。しかし、これらの手間をかけてもなお、iPhone ストレージが足らない場合は、今使用の iPhone を下取りに出して、中古の 128GB の機種を購入するという選択肢を早めに考えた方が賢明ではないでしょうか。残念ながら私の場合は今回 iPhone8 を14,000円で下取ってもらい iPhone SE228GB を34,800円で購入しました。なので差し引き28,000円で iPhone SE2 を購入できました。これでiPhone ストレージの空きを気にすることがなくなり、さらには 140% 近くスピードアップしましたので、非常に満足しています。そして、今までの手間が
一切なくなりました。また近く iPhone SE3 の発売が予定されていますので、買い替えるなら今がチャンスだと思いますね。ただし安く買い替えるならば SE3 を買うのではなく、安くなった SE2 をさらに中古で買うべきだとは思いますけどね。 SE3 って CPU が速くなる、5G 対応、バッテリーが2時間長くなるぐらいしか SE2 との違いはないですよね。値段にもよりますが、 Wi-Fi が速くならないのであれば私はあまり魅力を感じないですね。わらわら以上です。